鉄谷信夫さん、当時36歳。爆心地から 1.5km の東白島町で被爆しました。警防団員だった鉄谷さんは警戒警報が解除されたため、当時薬局だった自宅に戻り被爆しました。長女と次女は家の中で亡くなりました。鉄谷さんはこの日の夜息を引き取った長男を遊んでいた三輪車とともに自宅の庭に埋葬しました。40年後、遺骨を掘り返し新たにお墓に納めました。原爆の落ちるその前夜でしたけども空襲警報がありまして、夜中中一晩中、私警防団の方に、おりましたので、その方に詰めとって夜明け解除になったので、帰って、食事をいたしました。食事が済んで、私薬局しとったもんですから店先へ出てみると、ちょうど50人から100人近いと思いますが、それだけ多数の兵隊さんがずっと道路を、北の方から南へかけてずっと並んで飛び口スコップで、軍用の電話線のケーブルを掘るんだと、いうことでそれを並んでやっとられたその時でございます。ちょうどそこに将校さんもおられたので、挨拶して、ものを言いまして、家の方へ入ろうと思った瞬間でございますが、一歩家の母屋の方へ足をかけた瞬間にピカッとそういう青白いといいますか、そんな光がすると同時に、同時というほとんど同時、ピカドンと言いますからほとんど同時というようなあまりの時間はないですけれども、ピカドンというような音とともに、家が崩れたわけでは、私は一瞬ガス管でも破裂させたんだなというような、そんな後で考える大したものが落ちたとは思いなんですが、ガス管でも破裂させたというぐらいに思ったんですが、もちろん家も崩れる、一瞬自分も、失神をしたような気がしてましたけども、何分間か3分間か5分間経ったんでしょう。ふと気がついてみると目の前に、家が崩れておったんで、そこをなんかかすかな東側の方からかすかな光がずっと見えてきたので、それを頼りに、柱をよじ登り、天井板を破って、その光の方へ、出ていきました。長男の真一いうのが表の方で三輪車に乗って、遊んでおったのを母親が見ております。それからちょうど薬局の隣の部屋で、小学校の1年生の美智子と、次女の陽子と、これは満1歳でしたけども、その2人がちょうど学校へ行く用意で、なんかはしゃいだような声で話をしとった。母も美智子陽子がこの下におるということを私にとてもこれはダメだということを聞いとったんで、そこを拝むような気持ちでそれは去っていったんです。真一はもう、
顔がですね、やけどといいますか、腫れて、目が細くなったような状態で顔が腫れとって、それでとにかく水をくれ水をくれということで、とにかく当時水飲んだら死ぬんだと、いうようなことを言っておりましたので、もう水飲んだら死ぬから頑張ってくれというのをそこで頑張らせました。でそのまま死んでしまうわけでございます。大体私その辺まで言うともう感が極まって出てこなくなるのでね、原爆の話はそれ以後30年ぐらい言うな言わんことにしとったんです。何も言わないということで、何ら30年余りは人には言わずおりましたね。それからその翌日か翌々日、多分翌日と思うんですが、私の家に防空壕の中の防空壕へその新一いうのを行けることにしました。私がいつも着よった警防団の鉄兜を頭の上へかぶせ、それで筒を持って、それで足元の方へ遊び寄った三輪車を足元へ置いて、そのまま土をかけた。それでふとどっかで歩く時に足元にお地蔵さんを見つけまして、そのお地蔵さんがなんかその息子の真一の横にとったので、これはいいものを拾ったというので、お地蔵さんを拾ってきてその上に備えて、40年目に掘り出すということで、うちの兄弟ももうみんな東京の方からも集まりましてね、それで、みんなで掘ったわけ。それで、だんだん、上から掘っていくうちに、自転車が出てきました。それから、お寺さんがですね、おいでまして、とてもこれは小さい子供じゃから骨いうてはないかもわからん、土の色が少し白なっとったんが、それが骨だと思われはいけんかもわかりませんよというようなことですので、次第にその丁寧にはけでしまいにははけで、子供たちがそれを掘りましたね。それで出てくるのが、だんだん自転車の次は鉄兜が出る。これが鉄兜はこれがうちの方だと、うちの真一の方だというようなことで、静かにその上から剥いでいくと、ぺちゃんこになった骨が出る、隣のきみちゃんの骨が出る。それでこれは確か手をつながしとるから手をつないどるかどうかなというようなところを見ると、手をつないどるわと、いうようなことでね、手をつないだ骨がそこにはっきりとあります。